Baby it's you 無限へと散らばれ始まりの合図にしえがし見つけたよ心が Yes like my home my own Yuta at home 僕の部屋にお帰り NCT127 ユータのユータアットホーム。この番組は NCT127 のユータが僕のお部屋に皆さんをお招きしたようなアットホームな雰囲気でお届けしていきます。さて今回のステッカーはですね、オリコン1位も取らせてもらって、日本のみんなのね応援もすごく韓国から感じていたので、日本でもこのステッカーを披露できてすごく嬉しかったです。これからもね日本での応援皆さんよろしくお願いします。それでは今週の1曲目をお届けしましょう。 NCT127 でステッカー。 Yuta at home NCT127 ユータのユータアットホーム。さて皆さん、ハロウィンが近づいてきましたね。以前は白雪姫の魔女の仮装などを、僕ユータねしましたが、今年はねどうしようかなと思っております。まあ今年はコロナのね影響でハロウィンパーティー自体がこうどうなるかまだわかんないんですけど、もしね今年そういう機会があれば僕はですね剣心をね一度してみたいなと思います。まあ僕すごく、漫画好きなので漫画よく見るんですけど、まあ大好きな漫画の一つでですね、映画も僕全部見たんで、まあその映画とか漫画を見てますます、剣心のねコスプレをしてみたいなと思っております。でですね、ちなみに今まで魔女と、僕ねデスノートの L をしたと思うんですけど、意外とねみんなに似合ってるって言われてて評判も良くて、まあ全部満足した仮装ではあったんですけど、だから今年はね剣心だったりちょっと着物とかも一回着てみたいなと思います。はいでですね、過去のメンバーの仮装で驚いたもの笑ったものがあってですね、チョンロのねイットの映画のコスプレあるじゃん。あれを初めて見た時の衝撃とめちゃくちゃそっくりで超驚いたし、何よりね本人がめちゃくちゃ楽しそうで見てるこっちもすごく、楽しかった記憶がありますね。はい、でですね、ハロウィンが近いということでですね、僕のねマイバースデーもこの時期ですよね。まあ放送局によってね誕生日、大きく違ったりすると思うんですけど、まあ僕ゆうたのね26歳の抱負としてはですね、まあいろいろありますよ。まあ26なんでね、もうなんか26って聞いてもう26かとも思いますしね。まあ僕16の時にね韓国来たんで、もう10年が経つのかとも思いつつ、ちょっとねいろいろな感情がありますけど、まあ日本でのね活動をちょっといろいろしていきたいなと思ってます、個人的にね。まああとは楽しみながら、怪我なく、メンバーみんなと、和気あいあいとね、今まで通り活動できればなと思っております。なのでねこのラジオね聞いてくださってる関係者の皆様いらっしゃったらゆうたいいなと思ったらちょっとねぜひ声かけてください。はい皆さん26歳の僕もしっかり応援よろしくお願いします。さてね、この番組やリスナーの皆さんからメッセージもたくさんいただいていますので、紹介していこうと思います。ラジオネームつなさん。ゆうたくんただいま、毎週楽しみにしています。おかえり。私は専門学生から初めての就職、結婚するまで結婚されたんですね、結婚するまでずっと大阪に住んでいました。今は接客業ということもあり県をまたぐことはできず、とてもホームシック気味になっています。そこで聞きたいのですが、ゆうたくんはこの曲を聴くと地元を思い出して頑張れるとなる曲はありますか？ちなみに私は愛子さんの三国駅です。初の一人暮らしが三国で歌詞に出てくるボーリング場のところを聞いたりすると懐かしくて泣きそうです。そしてあの時もっと勉強すればよかったなと思ってしまったり、ゆうたくんが頑張っている姿を見ていつも励まされています。これからも変わらず応援させてください。ありがとうございます。いつも応援ありがとうございます。本当に
まあ僕、地元を思い出して頑張れるっていう曲っていうよりかは、この曲聴くとなんかどことなく懐かしくなって地元を思い出して、なんかこう温かい気持ちになれる曲っていうのは何曲かあって、まあこのラジオでもね、紹介させてもらったんですけど、清木場俊介さんの今っていう曲もね、もう僕すごく好きですし、なんか辛くなったり、なんかちょっとネガティブなね、沈みがちな気持ちになった時に聴くようにしている曲の一曲でもありますし、あとはですね、ステファニーさんの君がいる限りっていう曲があるんですけど、まあ、多分アニメのなんか主題歌かなんかで、聞いたことがあるんですけど、歌詞がねすごく良くて、この曲を聴くとどこかこう包まれた気持ちになってリラックスできる曲なので、僕はねこの2曲を、聴くとなんていうんですかね、まあ地元を思い出すまでではないですけど、こう、懐かしく、どこか懐かしくなって優しい気持ちになれるのでよく聴いていますね。はい。まあね、ホームシックね、前も言ったんですけど、ホームシックはね、乗り越えられるというよりかは、まあ定期的に来るっていうものなのでね、まあ僕もね、ホームシックが定期的に来るので、一緒に乗り越えていきましょう。ということでですね、ここで一曲、ステファニーさんの君がいる限りという曲を皆さんにお送りしたいと思います。ステファニーで君がいる限り。 NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム、リスナーの皆さんからいただいたメッセージどんどん紹介していこうと思います。ラジオネームまいさん、ゆうたくんただいまおかえり。毎週ゆうたくんのラジオを楽しみに頑張っています。ゆうたくんに質問です。私は大学3年生で医学部に通っています。日々授業や課題に追われて忙しい日々を送っているのですが、来月からカリキュラムの関係で3ヶ月の自由な時間ができました。この3ヶ月の目標は新しい趣味を見つけることと新しいアルバイトを始めることです。せっかくの3ヶ月の時間を何もせずに終わりたくはないので、今のうちから計画を立てています。ゆうたくんは忙しい毎日を送っていると思いますが、急に3ヶ月お休みができたら何をしたいですか？たくさんスティッカーの曲を聴いて私も頑張りますと。ありがとうございます。いいね。なんかこれ急に3ヶ月かお休み、1週間でも嬉しいのに3ヶ月もくれんの？どうだろうね。3ヶ月あれば一旦日本帰るかな。一旦ちょっと日本に帰らせてもらって、まあね、家族とか仲のいい友達とかとね一緒に過ごして、なんかゆっくり過ごしたいですね。まああと自然がね僕すごい好きなので、自然の多いところに行って、まあ心をねリラックスさせるのもありかな。そうですね。そうやって過ごすかな。3ヶ月か。でもね、まあ1ヶ月ぐらいはそう過ごして、残りの2ヶ月何するんだろうね。2、3ヶ月はまあ多分俺だったらもう身を委ねるね、時間に。何をしようとかいうのも考えずに、とりあえず3ヶ月、なんかこう、なんかやってると思います。すいません、なんか答えが曖昧になってしまいましたが、次行きたいと思います。ラジオネーム、おにぎりさん。ゆうたくん、ただいま。今年の夏休みに友達が急に入院してしまいました。私はただ無事を願うことしかできなかったのですが、その友達が入院中にNCT の動画や魅力をたくさん教えてくれて、それまで NCT をよく知らなかった私は瞬く間に NCT が好きになり、1週間であっという間に23人覚えてしまいました。そして数週間後に退院した友達に会った時は、嬉しさと安心で涙が出そうでした。ゆうたくんが最近本当に嬉しいと感じたことは何ですか？よろしければ教えていただきたいです。これからもずっと応援しています。スティッカー最高ですと、メッセージをいただきました。ありがとうございます。まずね、すごい話ですね。まず友達、退院できて本当に良かったですね。まあそのね、友達とこれから一緒に僕たちのことをね、いっぱい応援してほしいなと思います。はい。で、最近嬉しかったことですか？やっぱりね、最近はステッカーでこう1位を、全部の音楽番組で1位を取らさせてもらったことが一番嬉しかったかな。本当にね、僕たちが考えてたよりもすごく時間がかかってしまったなと思っていて、まあ多分メンバーもそう思ってるんですけど、こうね、最初の方はこう次こそは1位取るぞ、次こそはって言って頑張って、で、ダメだったかってなって、そのうちにね、こう、いや今回の活動もメンバーと一緒に楽しもうみたいな感じに変わっていって、まあ正直さ、うちらのこうファッションもそうだし、スタイルもそうだし、音楽もね、まあ大衆性があるかって言われたらこう
そうではないからさ、俺たちのこのダンスとか曲とかスタイルとかね、人間性を見て応援してくれるファンのみんながいたからこそね、今回のこう全部の音楽番組で1位っていうのは成し得たと思うし、オリコンもそうだし、ビルボードもそうだし、本当にこの全世界のね、支持には感謝だし、嬉しかったことですかね。はい。では次行きたいと思います。ラジオネームコマさん。ゆうたくん、ただいま。毎週この時間を楽しみに毎日生活しています。私は今年から一人暮らしを始めた大学1年生です。大学生になってもちろん勉強も大変ですが、私が一番大変なことは自炊です。自炊食費のことを考えるといつも外で食べるわけにはいかないし、かといって自分で毎日作っているとレパートリーがなくなってくるので本当に参っています。この前は7日間連続夕飯がうどんでした。あるあるね。うちんちカレーだったよ。カレーが始まったらもう来た1週間みたいなね、そういうのはあったりしたけどね。ゆうたくんは得意料理とかありましたか？また好きな夜ご飯は何ですか？お母さんの手料理で好きなものとかもあれば教えてほしいです。参考に私も作ってみます。これからもお体に気をつけて頑張ってください。ゆうたくんが頑張っているところを見ると私も頑張ろうと思えるし、ゆうたくんの笑顔を見ると毎日の疲れも一気に吹っ飛びます。忙しいと思いますが、美味しいものをたくさん食べて無理のない程度に頑張ってくださいと、メッセージをいただきました。ありがとうございます。レシピね、今パッと思いつくのはさ、これね、俺のお母さんが昔作ってくれていた料理があるんですけど、よくね、子供の頃、これ言っていいのかわかんないんだけど、大輝っていう友達がいたのね。そのおばちゃんに教えてもらった料理だったのね、名前が大輝のおばちゃんに教えてもらったやつっていう料理の名前なんですけど、名前の癖だよね。情報量多すぎてやばいよね。その大輝のおばちゃんっていう人に教えてもらったレシピがあって、それをね、うちの母が受け継いで、それを我が家で振る舞うっていうのが流行っていたんですけど、すごく簡単で、ひき肉、ニラでもやしを混ぜてフライパンにドーンってやって焼く。で裏返す、焼く、終了みたいなね。あとはポン酢をかけて食べるだけなんですけど、すごく簡単ですし、ヘルシーだし、なおかつね、手間がかからないので、大人数で食べる時も、すごく楽だったので、それをちょっとお勧めしたいなと思います。一人暮らしでね、いろいろ忙しいと思いますし、料理にね、こう時間をかける、時間があまりないと思うので、大輝のおばちゃんに教えてもらったやつっていう料理をね、一度皆さんに作ってもらいたいなと思います。じゃあ次行きたいと思います。ラジオネームこのみさん。初コメです。最近キックイットから NCT127 を好きになり、ファンクラブ入会してアルバムを購入させていただきました。初めて K-POP アーティストの CD を購入したのですが、特典が豪華すぎてびっくりしました。そしてステッカーをはじめとするすべての曲がとても良くて、家族でいる時に流していると、母がいい曲だね、誰が歌ってるのと、ちなみにブレックファーストです。私はフォーカスがお気に入りです。GQ ジャパンの表紙だったり、世界のみならず日本での活躍も嬉しいです。ラジオでのゆうたくんのいい声と優しい喋り方に癒されております。ありがとうございます。素敵だなと感じ、私もゆうたくんのような喋り方を意識して喋るようになりました。ありがとう。NCT127 ゆうたくんによって私は幸せで笑顔になりますが、ゆうたくんも笑顔でいてほしい。どうか無理せず今後の活動をお祈りいたしますと、すごく、心が優しくなるメッセージをいただきました。本当にありがとうございます。なんかね、俺のこと好きでいてくれるファンのみんなは心が優しい人しかいないね。やっぱり類は友を呼ぶってこういうことなんだと思うよ。今回のオリコンもビルボードもね、韓国の音楽番組の1位もなんですけど、本当にね、ファンのみんながいたからの1位で、むしろね、ファンのみんなに、僕たちが逆にね、ありがとうっていう言葉を言いたいなと思います。俺の喋り方をね、こう真似したいということなんですけど、喋り方しかりね、俺のこういうところを見て憧れてくれてるとか、いろいろな方のメッセージを聞いてすごく嬉しく思ってますし、これからもね、真似されたりなんかこうどこかね意識されたり、される人間に頑張ってなっていこうかなと思います。皆さんメッセージありがとうございました。さて続いての曲、NCT127 のロングスローディスタンス。Yuta at home.
NCT127 ゆうたのゆうた at home Yuta at home. 今週の NCT127 ゆうたのゆうた at home いかがだったでしょうか。最後にラジオネームチーズくまさんからのメッセージを紹介したいと思います。ゆうたくんただいま。忙しいゆうたくんにぜひ伝えたいことがあります。みんな優しいね。もうなんか、私自身このコロナでずっと友達に会えなくて孤独を感じたり笑うことも少なくなっていたのですが、ゆうたくんのラジオや NCT ライフや、スティックトゥゲダーでのゆうたくんたちのゲームや旅行を見て笑ったり旅行に行った気分になったりめっちゃ元気もらってます。心からありがとうございます。またスティッカーのアルバムの中で特に大好きな曲があります。Promise You です。歌詞を見て聞いた時涙が止まらなかったです。2年くらいゆうたくんたちとオフラインで会えていませんが、次に会った時は、この曲をライブ会場で生で聴きたいです。メッセージありがとうございます。Promise You ね、僕も好きな曲で、今のねその状況と、僕たちがこう長い間会えてない時間だったりっていうのがいろいろ重なって、こう一人でいる気分になって勝手に落ち込んだりっていうのが多分みんなもあると思うんだけど、俺もあったから、本当に今回ねこうサイン会もそうだし1位取らせていただいたのもそうだし、みんながこういつも応援してくれてるんだなっていうのをね、もう一度こう感じた、活動ではありましたね。Promise You も、今回のアルバムもたくさんこれからも聴いてほしいなと思います。メッセージは OD 内にある番組ホームページのメッセージホームで受け付けています。ツイッターのハッシュタグは英語でゆうた at home です。 NCT127 ゆうたのゆうた at home、 DJ は NCT127 のゆうたでした。次回も僕のお部屋に遊びに来てください。バイバイ。 모두 잠든 사이 내가 못했던 말이 자꾸 떠올라만 나를 So wait so wait 네가 없는 동안에 누구 봐도 어디 가라 멈춰버린 듯이 가니까 too slow to wait it Feeling so hard 다시 널 만날 수만이 되면 This program was brought to you by ミューモショップ